ルーブル美術館が誇るオランダ絵画の数々。今回は17世紀のオランダ黄金時代に活躍したフェルメールによる天文学者を紹介しましょう。学者の書斎のようです。左には四角い窓があり、光が差し込んでいる。何とも言えない神秘的な雰囲気が漂っています。一人の男性が身を乗り出して地球儀のようなものに触っている。よく見ると大熊座、獅子座、乙女座、星座が見えます。そう、これはね、天球儀なんですよ。そのすぐ下には天体観測のためのアストロラーブ。彼の前には本が開かれて、左手のすぐ先にはコンパスがあります。タイトルの通り、彼は天文学者であり、天球儀とコンパスでもって本の内容を検証しているところなんでしょうね。後景にはタンスがあり、星座早見表がかけてある。その反対側の壁には絵画がかけられています。天文学者が描かれたのは当時のオランダと関係があるでしょう。17世紀のオランダは遠隔地貿易を軸にした海運業で黄金時代を築きました。この大航海時代に必要な学問こそ天文学と地理学だったんです。天文学では星の位置、動きを研究することで地球の大きさを把握することができました。地理学ではその研究成果をもとに現実の測量を行って地図を作ったんです。天文学と地理学が結びつくことでオランダの黄金時代は可能になったということで、フェルメールは天文学者だけでなく地理学者も書いているんだよね。こちらはフランクフルトのシュテーデル美術館所蔵の地理学者です。目の前に地図を広げ、左手を本の上に置いている。右手にコンパスを持っています。前景右、補助テーブルにも定規が置いてありますよね。何かを計測しているんでしょう。背景には先ほどと同じようなタンスが見えます。その上に乗ってるのは今度は地球儀だろうね。実は学者が部屋の中で研究している、試作しているという絵画は書斎の学者というテーマとして17世紀オランダではよく描かれていたんですよ。レンブラントによる学者、ヘラルド・ドーによる天文学者、ヤンスティーンによる書斎の学者、どれも地球儀とか天球儀が出てきてるでしょ。17世紀のオランダでいかに天文学や地理学が重要だったかよくわかるじゃないですか。ただね、フェルメールの特徴はこれらの小道具をありえないほどに詳細に書き込んでることなんですよね。だからね、全て特定されているんです。天球儀はホンディウスが1600年に作ったもの。天体観測の道具アストロラーブはウィレム・ブラウのもの。広げた本は1614年に出版されたメティウスの天文学地理学案内書の第3章と特定されております。ここまで調べる専門家ってすごいよね。ただね、特定されると別のことが見えてくるわけ。この絵が描かれたのは1668年。一方で描かれている道具は17世紀初めのものなんだよね。約60年前のものですよ。古くねってことなんですよ。 iPhone がある時代に黒電話を書いているってそういうイメージね。ということはここに描かれているのは最新の道具を使って研究をしているフェルメールと同時代の学者ではないっていうことがわかりますよね。一昔前の器具を使った学者の姿なわけよ。だからこれは学者の偶意像あるいは学者の理想像ではないかと
推測できるわけです。じゃあ学者の理想像って一体何なのか。そこで注目したいのが、気になってたでしょ。背後にある絵画なんですよ。これね、見にくいんですけども、同じ絵を別の絵画の中で描いています。手紙を書く婦人と召使い。背後の壁に同じ絵がかかってるんですよ。これは川から救われたモーゼっていうね、宗教画なんです。女性が画面中央で赤ちゃんを抱いているでしょう。あの赤ちゃんが神から10回が刻まれた石板を受け取ることになるモーセなんですよ。モーセ誕生の頃ね、エジプトのファラオはイスラエル人の数が増えるのを恐れていました。そこでイスラエル人に男の子が生まれたら全て殺せと命令していたわけ。ひどいね。モーセの母は可愛い我が子を捨てられない。パピルスで編んだ箱に入れてナイル川の河岸に置いておいた。そこにファラオの娘が遊びに来る。ああ、可愛い赤ちゃんがいるわ。育ててあげないとかわいそうだわとモーセを拾うわけね。ということでモーセは王族の養子として育てられた。そこでモーセはエジプトであらゆる学問を学びます。エジプトといえば天文学発祥の地ですよ。ね、だからモーセは天文学も学んだんだよ。そしてモーセはエジプトで奴隷だったイスラエルの民を連れて海を割って約束の地に導いていくよね。地理学の知識が役に立ったんだよきっと。ということで地理に通じたものとして海と大地で形成された現世を導く。そして天文の学に通じたものとして我々を天に導く。それがね、学者の理想であると、そうフェルメールはこの絵画で静かに私たちに訴えているんじゃないでしょうか。